今回はウラン価格はリセッションが起こると下がるかについてみんなと一緒に考えていくよ。こんばんは、トマトちゃんです。ウラン3回シリーズはどうだった？ウラン銘柄を買いたくなった？きっとすでに個別枠株はウラン銘柄だけになっているよね。今回はおまけ編としてライムちゃんの質問について回答していくよ。はい、早速質問です。リセッションが起こるとウラン価格は下がるんですか？ウランの可能性が分かったけど、リセッションがいつか来るっていうし、コモディティ価格はリセッションで下がるので、下がってから買えばよいかなと思うのよね。なかなか難しい質問ね。リセッションといっても、その背景にあるメカニズムは様々で、それぞれによって答えは異なると思うのね。現状、米国経済はリセッションの影が見えないので、そもそも今後リセッションが起こるのかどうか、仮に起こるとしてもどういう背景で起こるのか、現時点では予想ができないわ。よってわかりません。以上。では動画が終わってしまうので、思考実験としていろいろ仮定を置きながらこの質問について考えていきましょう。まずは過去どうだったかを見るのが早いね。コロナショックから見ていこう。思い出すために S&P500 の週足チャートを見てみようね。コロナ自体は1月半ばには感染者が出ていたが、市場はその影響を2月中旬まで軽視していて、史上最高値を更新し続けてたの。そしていきなり2月下旬から3月半ばまでズドーンと落ちていったの。その後 FRB が緊急利下げと量的緩和を行い、上がっていくという相場だったわ。毎日とんでもない勢いで株価が落ちていったから、今でも覚えているわ。次に原油はどうだったかというと、原油はコロナ前も弱含みしていて、2月下旬からさらに墜落。ロックダウンで原油が余りまくって、4月になんと原油価格がマイナスになったわ。そこから少し持ち直していって、2020年終わり頃から上昇を始めたわ。次に銅価格はどうだったかというと、3月上旬までは頑張っていたけど、3月中旬に大きく崩れ、そこからずっと上昇相場だったわ。そして本命ウランはその時3月に入ってやや下がったものの、そこから供給不安が出て大幅上昇。そんな展開だったわ。これだけ見るとリセッションでウランが売られるとは言えないわね。むしろ上がっているわ。この程度のことではウランは売らんよね。このケースはコロナでロックダウンという特殊だということを忘れてはいけないわ。経済活動がかなり制限されて、その影響がコモディティに影響を与えるの。あとかなり極端な利下げと量的緩和を行い、その影響も大きいの。次はリーマンショックを見ていこう。まずは S&P500。2007年10月をピークに徐々に下がり始めるわ。2008年9月15日にリーマンブラザーズ破綻。一時的に持ちこたえるも9月下旬から暴落。2009年3月に底をつけ上昇という流れだよ。毎日のように株価がジェットコースターで下に行ったり上に行ったり楽しかったわ。原油がどうだったかというと、2008年7月まで上昇を続け、そこをピークに2008年は落ち続けたわ。2000年代はブリックスの時代と新興国がもてはやされた時代だったわ。その流れもあって2008年前半までは世界の資源需要は急増する一方で、米国の景気は徐々に悪化していったわ。一方で金融市場は過剰流動性の時期で、原油に大量の投機資金が流入し、原油価格が上昇したわ。2008年後半には世界の資源需要は伸び悩みをし、
さらに米国の景気動向は急激に悪化したわ。さらにリーマンショック後は信用収縮が起き、投機資金は原油から大量に抜けていったわ。次に銅はこんな感じ。原油のようなバブル相場にはならなかったが、2008年の後半は同様の動きとなったわ。では、真打ち、ウランはどうだったかというと、残念ながらウラン先物のチャートがないので、スポット価格で見ていくわ。ピークは2007年6月につけて、そこから大きく下がったのは以前に説明した通りだわ。確かにリーマンショックの時期は下がっているので、リセッションで下がったという見方も表面的にはできるけど、背後にあるメカニズムを考えてみる必要があるわ。原油や銅とピークが異なるのね。そこがポイントよね。原油や銅と同じ時期に下がったのならば、同じように世界の資源需要の頭打ちと米国経済の悪化による影響と言えるかもしれないが、時期が異なるわ。ウラン資源獲得競争激化に加えて、2005年ぐらいからヘッジファンドや投資家もウランスポット市場から買いを行い続けて上昇した背景があるわ。そのバブルが2007年6月にピークアウトした形だわ。もちろん2008年の後半のウラン価格は難聴だったので、リセッションの影響がなかったかというと、そうではないと思うの。でも景気とは別の要因の方が大きくスポット価格を動かすように思うの。リセッション自体の影響よりも他の要因をよく分析することが重要そうね。最後にドットコムバブル崩壊。S&P500 を見ると、これまでと違って明確な暴落のポイントはなく、2000年後半から2002年前半までだらだら下がり続けたわ。他のリセッションとはまた異なるのね。原油価格はこちら。時々落ちる時があるけど、結構横ばいの時期が多いのね。2001年秋に底打ちして、そこから上昇していくのね。銅価格はこちら。2000年後半から2001年秋まで下落して、そこで底打ちして上昇したのね。銅の方がトレンドがはっきりしているね。高かった時期と底打ちの時期はなんとなく似ているね。真打ち、ウラン価格はどうだったかというと、2000年11月から12月に底打ちしたようね。ただ、一桁台ということで、ずっと低迷していた時期ね。底打ち時期が原油や銅と異なるのね。となると、リセッションの影響と解釈するのは難しそうね。これで過去3回のリセッションの例をすべて見たわ。リセッションの影響がないと言い切るのは難しいけど、少なくともリセッションが他の要因よりも大きく影響をすることはなさそうね。トマト先生、原油や銅とウランはなんでこんなに異なるのでしょう。なんでいきなり先生なの？トマトちゃんでいいわ。一つ目としては、市場のトレードが簡単化があると思うわ。例えば、原油や銅は我々日本人でも米国先物の口座を開けてトレードできるように多くの投資家が参加できる仕組みだわ。一方で、ウランの先物市場は小さく、スポットでウランを買い付けるのは簡単にはできないわ。多くの投資家が参加している場合、リセッションというニュースが流れると、本当の実需がどうなるかに関係なく、ショートする人が増えると思うの。原油や銅が景気のイメージに近い価格が形成がされるのは、市場参加者がそう思っているからだと思っているわ。一方で、ウランは簡単にトレードできないので、市場参加者の心理よりも実需に近い形でスポット価格が形成されていくわ。もう一つは、そもそもウラン需要はリセッションの影響を受けるかということがあるわ。リセッションによる電力需要の減少がウラン価格に影響を与えるというのが考えられるストーリーね。ただ、原発という仕組み上、稼働を始めたらずっと稼働させておくのがよく、一度始めた原発を停止させると、停止にも再稼働にもコストがかかるわ。
一方で天然ガスなどの火力発電ではどれぐらいの燃料を入れるか調整が容易だから、電力需要の減少が予想されたならば、まずは火力発電を調整すると思うわ。ウランシリーズでウラン需要は安定しているというのがあったけど、ここでその特徴が生きてくるのね。いろいろ考えてみると、リセッションで本当にウラン価格が下がるかはわからなくなってきたわね。ここで注意が必要なのは、これはあくまでウラン価格の話なの。実際、投資するのはウランの個別銘柄もしくは ETF だと思うけど、そちらは市場心理が反映するので、リセッションとなると株価が暴落するリスクがあるわ。なるほど。株で投資する場合は指数でショートヘッジするなど暴落に備える必要はありそうだね。さて、ウランのおまけ編はどうだったかな？もうみんなのポートフォリオはウラン一色だよね。私もそろそろ信用取引でウランを買おうかしら。ウラン以外のシリーズが見たいと思ったら、チャンネル登録と評価をしてね。チャンネル登録と評価が私たちのパワーになるの。それじゃまた次回。バイバイ。バイバイ。